先生が妊娠してるって、それを伝えようと思ったんだけど。え、関係ないじゃん。妊娠させてないよね。いや俺。いや、ていうか彼女じゃないじゃん。適当なこと言ってんじゃねえよ。はい。何？話あんの？何黙ってんの？ああ、今日病院行ってきたんだけど、先生に妊娠してるって言われて。何？妊娠してるって言われて、それを伝えようと思ったんだけど。え？どういうこと？なんでそれを俺に言うの？関係ないじゃん。いや、関係なくはないじゃん。なんで俺呼び出されたのここに？いや、お前俺じゃないじゃん。だってそれ俺妊娠させてないじゃん。てかお前彼女じゃないでしょ。そうだけど。何？そうだけど。関係ないことはないじゃん。は？わけわかんない。ふざけんなよ。大丈夫ですか？付き合ってない人との子を妊娠してしまって、それを相手に相談したんですけど、関係ないって言われてしまって。関係ないってよくないですか？どうしたらいいと思います？あなただったらどうします？下ろすことを考えてるんだったら、
経済的なこととかもあると思うけど、中立は考えない方が私はいいと思う。でもなんか好きな人のじゃない、好きな人との子じゃないからひどい扱い、赤ちゃんに対して暴力振るったりとかそういうニュースが多いじゃない。だからもし自分がそうしちゃうかもって思うんだったら、それは考えた方がいいのかなとは思う。私自分がそういうふうにしちゃうかもしれないけど、もし産むことになったとして、今養子縁組とかそういう選択肢もあるから、それを選んでもいいと思うし、でもこれ一番大事なのは一人では悩まないことだって辛いじゃん、一人で悩んでたら。周りを頼って一人に抱え込まないで、そうやって悩んで出した答えだったら、その赤ちゃんも納得してくれると思うし、辛かったらごめんなさいね。相談してよかったです。ありがとうございます。どうして声をかけてくれたんでしょうか。最初は声かけるかは正直悩んだんですけど、はい、私の友達で同じような経験をしている子がいるんですね。でその子の話とか聞くと、自分で一人で悩んじゃったりとか、最後自殺とかを考えるようになるそういう時がなんかそうですよね。なんか一人で考えたりすると、なんか結構負担になっちゃったりしますもんね。そうですね。それに声をかけたもう一つの理由として、やっぱ自分でそこで声をかけないと、やっぱ家に帰った後でやっぱり話聞いてあげればよかったなとか思うかなと思って、なんか後悔しちゃうっていうのがちょっとあって話しかけてくれたっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます。なんかちなみにあのような男性、なんかどう思われたりとかありますか。いや、それはもう最悪最低ですよね。もうちょっと信じられない。もう結局女の子の方が一人で抱え込んで悩んじゃうことになるじゃないですか。だからその一緒になって男性の方も考えてくれれば、あと赤ちゃんとか救える命とかもあるはずだと思うんですよ、私は。そうですよね。それはやっぱり一緒に考えるような風潮というか世の中になってほしいなとは思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、視聴者がいらっしゃるんですけど、メッセージがあればちょっとお願いしたいんですけど、ありますか。そうですね。やっぱ同意とかがなくってそうなっちゃうっていうのは一番良くないことですけど、もしそうなっちゃったらきちんとお互いに向き合って一番いい形にしていくのが大事なのかな。方法はいろいろあると思ってそういうふうにしてほしいと思います。なるほど、ありがとうございます。すみません、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。何話し合うの。何
なんで黙ってんの？時間ないんだけど。早くして。今日病院に行ってきたんだけど、先生が妊娠してるって、それを伝えようと思ったんだけど。なんで俺に言った？関係ないじゃん。関係なくはないでしょ。妊娠させてないよね、いや俺。いや、っていうか彼女じゃないじゃん。俺が何すんのそれで。彼女じゃないけど。何言ってんの？そんなこと言ってんじゃねえよ。そういう言い方ないんじゃないですか。ちゃんと話聞いてあげてください。いきなりなんすか？何ですかじゃなくて、ちゃんと話聞いてあげてくださいって言ってるんですよ。めっちゃ不安そうな顔してるじゃないですか。あなたには関係ないじゃないですか。私には関係ないですけど、あなたには関係ありますから。あなたに関係あるから彼女はあなたを飲んだんじゃないんですか。出てくんじゃねえよ。なんで帰ろうとしてるんですか。時間ねえんだよ。なんで帰るんですか。あなたに責任あるんですからね。どうして声をかけてくれたのでしょうか？聞くつもりはなかったんですけど、ちょっと話し声聞こえてきて、なんか聞いてたら、最初から態度悪いなと思ってたんですけど、なんか結構きついことを男性が女の子に言ってて、しかも帰ろうとしてたんで、これはちょっともう言わなきゃなって思って、なんていうか、なんか違うよってことを伝えたいなと思って。なるほど、ありがとうございます。ちなみにあのような男性、なんかどう思いますか？いやなんでなんですかね。責任逃れ、なんか詳しいことは分かんないんで、なんかちゃんとは言えなかったんですけど、なんていうかすごい女の子が不安そうにしてるのに、なんでそういうこと言えるのかなって思ったり、なんかすごいあの方はすごい俺関係ないって言い切ってたんですけど、多分女の子の方はそうじゃないから、その人呼んだと思うんで、なんかでもそこを自分に 1% も責任がないみたいな言い方ができるのがすっごい本当に無責任だなと思って、なんかなみたいな。そうですよね。なんかもうちょっと親身になってほしいっていうところあります。本当にめちゃくちゃ思いました。もっとちゃんと話聞いてあげるだけでもその子の気持ちも違うだろうし、なんかもうちょっと親身になってほしいなってめっちゃ思いました。なるほど、ありがとうございます。あと最後男性の方に声をかけてくれた人がいなくて、いなかったんですけど、なんか勇気を出して声かけてくれたって感じですか？じゃあそうですね、めっちゃ勇気出して帰っちゃうなと思ったんで、そしたら女の子ね放っておくことになっちゃうんでと思って声をかけたんですよ。言っちゃったんですけどめちゃめちゃ勇気だったと思います。本当に勇気出しました。ありがとうございます。何もできなくてちょっと後いや全然悔してたんですけど、めちゃめちゃ良かったと思います、僕は。あと最後に視聴者がいらっしゃるんですけど、なんかメッセージもしあればいただきたいなと思いまして。ああいう男の人には引っかからないでください。本当に幸せになってください。本当に。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。先生が妊娠してるって、それを伝えようと思ったんだけど。なんで？
なんで俺に言うよそれ。なんで？関係ないじゃん。いや妊娠させてないじゃんね。いやいや彼女じゃないでしょそもそも。そうだけど。あのさっきの人って彼氏さんですか？いや違くて、付き合ってない人との子供を妊娠して、それを相談したんですけど、関係ないって言われちゃいました。で、いつのこと何だと思ってるの？信じられない。どうしたらいいと思いますか？あなただったらどうしますか？私は産みたいなら産みたくないなら下ろすのが一番だと思います。いやいや産んで子供の気持ちを考えたら子供がかわいそうです。きっとあなたも辛いと思うんです。でもその代わり小さな命をなくしたことちゃんと心に留めておいて。どうして声をかけてくれたんでしょうか。2人の会話が聞こえてきて、ちょっと声をかけずにはいられない内容だったので、つい。そうですよね。すみませんね。なんかあのような男性、なんかどう思われますか。なんか女の子がちょっと精神的にきつそうだったので、ちょっと優しく声をかけなきゃなと思ってたんですけど、いやもしあの女の子が私の友達とかだったらもうめちゃくちゃ叱ってますよ本当に。そうなんですね。まあ男も悪いと思いますけど、そうなった女も女だと思います私は。なるほど。なんかそう言いつつでも優しく声かけてくれて本当ありがとうございます。なんか最後に視聴者の方に何かメッセージがあればちょっとお願いしたいんですけど、何かありますか。なんかみんな大人なんだからもうちょっとちゃんと考えて行動してほしいなと思います。そうですよね。なるほど、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ご教育ありがとうございました。ありがとうございます。